どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、小型水槽は好きでしょうか？アクアリウムという結構手間もお金もかかる趣味の中で、どこにでも置けて費用が安く済む小さな水槽は、入門的な意味でもとても素晴らしいです。どうしても大型になってくると、専用の水槽代が必要になってくるので、コストや敷居が高くなりがちです。小型水槽であれば少ない初期投資でどこにでも気軽に置けるので、アクアリウムの間口を広げてくれる欠かせない存在だと思っています。そんな小型水槽なんですが、個人的に唯一無二だと感じている水槽があるんです。今回はその憧れの小型水槽を購入してきたので、開封していくとともに衝撃の事実が判明したのでお話していきます。噂には聞いていたことが事実だったので、しっかりと動画内でお伝えしていければと思います。それでは早速、今回購入した商品を見ていきましょう。まずはこちら、バクター100、クリアスーパー、ホルマリン BC。こちらは以前の動画でもお見せした ADA の低床に振りまくやつです。以前購入した動画は最近ではなく、結構前のものでなくなりそうだったため再度購入。正直水槽立ち上げに使う時と使わない時とがあるんですが、いつでも使えるように在庫がないと嫌なので買い足してます。ただトルマリン BC が他の2つに比べて使用量が多いので、均等に減らないのが難点。立ち上げる時になくてしょんぼりするより、完全になくなってない時から買い足して3つセットでいつでも使える方がいいですからね。続いてはこちら、ガラスポット丸95。参考価格は3080円。こちらも以前動画内で購入していた ADA のガラスポットです。今までダイソーのガラスポットを使っていたんですが、こちらの方が程よくサイズも大きく通気口もあるので、高価な水草や背丈が伸びすぎてダイソーのガラスポットでは収まりきらないやつ用に買いました。基本的にこんなんなんぼあってもですからね。ストックする水草が決まったら何かしら有効活用していきたいと思います。ちなみにまだ一つも使ってません。なんか最近プムっていう小型水槽やボトルアクアで使うためのレイアウト素材みたいなやつが ADA から出たんで、その波に乗ってこのガラスポットでレイアウトしようかとも考えたんですが、正直自分の不器用さ加減とセンスのなさではレイアウトが成立しなさそうなのでやめました。今回も2個買ってるので、現在自分が持っているガラスポット丸は4個になりました。続いて出てきたのはこちら、テラライン。参考価格は726円。こちらは ADA から出てるモスとかを流木に巻きつけるための糸です。緑色であまり目立たず、水中内でも溶けることがないいい感じのやつみたいです。正直まだ使ったことがなく何とも言えないんですが、100均で買った木綿糸だと毎回水中内で溶けてほどけちゃうんで、発着力が弱い水草だとくっつく前に剥がれちゃうんですよね。それが嫌だったので期待を込めて買いました。またレイアウトに使用してみて実際にどうだったのかお伝えします。続いて出てきたのは ADA アクアジャーナル。毎月出てる雑誌ですね。これ自分家の壁に所狭しとかけてるんですが、ついにかける場所がなくなったため飾ることができなくなりました。今までは毎月新しいものが出るたびに飾っていたんですが、ナンバー329で止まってます。この小さめの雑誌形態になってからのバックナンバーすべてを持っており、新しいやつもコンプリートして壁にかけたいんですけど、物理的に無理だから諦めてます。何か妙案が思いついたら最新刊まで飾りたいですね。続いて出てきたのはこちら、ドゥアネオグラスエア。参考価格は6380円。こちらは ADA から販売されている水槽底面が浮いた形になっている小型水槽です。これずっと前から欲しくて狙っていたんですが、正直自分のスタイルではあまりこのサイズ感の水槽を使う機会がなく、
手が出せずにいました。正直小型水槽はこれが一番かっこいいと思ってるレベルの品で、とんでもない価格にはなるんですが、購入した後の満足感は段違いです。こういうのが一つデスクにあるだけでも様になりますし、気になっている人は一度購入を検討してみてほしいです。今回購入したのは幅15センチ、奥行き15センチ、高さ30センチの15センチキューブ超ハイタイプ型です。他にもロータイプ型や安定のキューブタイプ、30センチキューブのハイタイプ型なんかもあります。どれもいい値段しますが、1個置くだけでも存在感があって、なおかつインテリア性がめちゃくちゃ高いのでテンション上がります。現在見ているのは説明書ですね。結構分厚めの説明書で取り扱いの注意点などが書いているほか、保証書としての役割も持っています。このネオグラスエアは保証期間が3年になっているようですが、個人的には小型でこれだけ高価なんで5年くらい保証をつけててほしいところです。それでは中身を取り出していきます。出てきたのがこちら。さすがは ADA クオリティといった感じの美しい水槽が出てきました。なんか縦長だとボトルアクア感が出てきますが、このビシッと決まった四角がマジで綺麗。ガラスの透明度も文句なく、シリコン処理も完璧です。そして一番の特徴である底上げされた底面。これがこのネオグラスエアの本体みたいなとこあります。エアーという名前も浮いている感じがするからつけたのではないかと勝手に妄想してます。ロゴは底面のちょっと上にあり、ドゥアのあまり主張しない感じがこの水槽には合ってますね。細部を見てみると、このようにシリコンのはみ出しはほとんどなく、底面が浮いている特殊な形状にもかかわらず、5枚のガラス板がしっかり一体になってる感じが出てて最高です。正直価格は安く手に入る小型水槽の3倍くらいしますが、このネオグラスエアでしか補給できない栄養があるので個人的には大満足。やはりオールガラス水槽はインテリア性に特化してこそ進化を発揮しますね。ちなみにこちらも2個買ってます。同じ 15×15×30 のやつですね。もともと2個あれば買おうと思って予算を組んでいたため、お店に在庫があってよかったです。というわけで1回目の購入品紹介は終了。そんな感じでいかにネオグラスエアが素晴らしいかを紹介する動画だったんですが、その後にとんでもないことに気づいてしまいました。そのとんでもないことに気がついたのは後日行ったアクアショップでの買い物です。早速購入品をお見せしていきます。それがこちら、ネオグラスエア。また購入してきました。前回と同じサイズのやつです。ただご覧の通りパッケージが変わっており、現在流通しているのはこちらの新しい方になります。最初にお見せしたものは旧製品であり、現在流通しているのはお店にある在庫のみなのではないでしょうか。というわけでパッケージ以外に違いがないか中身を見ていきましょう。まず出てきたのはいつもの説明書。こちら旧製品よりもペラペラになっており、中身の違いまでは見ていませんが、コスト削減のためなのかと勘ぐってしまいますね。ちなみに保証が3年なのは変わってないので、説明書が薄くなったことに関しては特にデメリットもないので安心してください。続いては中身を見ていきましょう。相変わらず綺麗なフォルムですね。先ほどお見せした旧製品同様、しっかり底面が浮いており、シリコン接合部もぴったりです。ADA 特有のガラスの綺麗さも相まって、やはりこの小型水槽は買う価値あるなと感じさせます。その流れでさらに開封していきます。もう映像で分かっているかと思いますが、今回も2個買ってます。ちなみにこうやって全てを開けて中身を見せているのは動画投稿者の佐賀で、使う前にある程度映える絵が撮りたいということで意味もなく開けてます。先ほど旧製品の映像もお見せしたし、今回購入した2個目のやつを開けるのも旧製品をまた開ける必要もなかったわけです。
ただ同じサイズのネオグラスエアが4つ箱と一緒に並んでたらなんとなくかっこいいかなと思ってついでにお見せしてます。そんな感じで新旧2個ずつのネオグラスエアを開封し並べたわけですが、ここに来て違いに気づきました。映像を見てて皆さんも若干の違和感を覚えているのではないでしょうか。これは自分が4個のネオグラスエアを揃えた映像を収めたいという願望から行った動画外では意味のない行為だったんですが、こうやって並べることによって悲しい事実に気づいてしまったんです。それが新しいネオグラスエアのガラスの透明度が落ちているという事実です。行きの映像が一番わかりやすいんですが、右側2つの旧ネオグラスエアの方がガラスが白いです。左の新ネオグラスエアは若干青っぽく、他の安いガラス水槽に比べると圧倒的に綺麗ではあるんですが、並べると差は歴然。実はちょっと前に ADA の水槽の透明度が下がったという話はちらっと聞いてたんですよね。小耳に挟んだ時はまさかそんなことないだろうと思っていたんですが、こんなにも違いがあるとは考えてもいませんでした。パールにしても目を凝らさないといけないレベルの認識でしたが、これは並べるとどう見たって透明度落ちてます。ガラス正面を近くから見るとこんな感じ。右が旧製品で左が新製品です。明らかに色が違いますよね。シリコン処理に関してはどちらも一級品ですが、品質が目で見てわかるレベル。これガラスを正面で見た場合だとどちらも透明度が高くてわからないんですが、こうやって側面を見ると奥までガラスが続いているため、色が濃くなりはっきりと透明度の違いが現れます。正直 ADA の水槽のいいところはこのガラスの透明度とシリコン接着の綺麗さなんで、価格が上がって品質が落ちてるとだいぶがっかりしますね。上から見るとこんな感じ。やはり左の新しい方が青みがかってます。見れば見るほど悲しくなってきますね。斜めから見てみるとこんな感じで新しい水槽の方がエッジ部分広いです。これに関しては個人的にどちらでもいいんですが、少しでもコストカットしたいという意図が見え隠れする変更点です。足元は特に変更点はありませんが、やはり遠くから見れば見るほど色味の違いが顕著に現れます。自分の ADA 水槽の透明度は右側の旧製品で止まっていたので、この違いに関してはちょっとアップデートする必要がありそうです。というわけでいかがだったでしょうか。まさかの解約に涙がちょちょぎれそうですが、ネオグラスエアに関しては他のメーカーでは取り扱っていない底面が浮いているという一番の個性があるため、まだ独自性があります。しかし主軸であるキューブガーデンもこのクオリティになっていると考えると、どんなに ADA 製品が酷評されようが水槽だけは裏切らないと思っていた自分の認識を改めざるを得ません。そろそろ構えなくなってきたというのが本音です。まあ自分はそれでも水槽は ADA を使い続けると思いますが、他メーカーよりも透明度が低いとなるといよいよ地位が危ういです。値上げに関しては仕方ないにしても、ステルスで品質を下げるのは消費者側としても心証はとても良くない。ちょうど前回購入した ADA キューブガーデンがあるので、じっくり比較検証して他の水槽のクオリティも下がっていないか確認してみたいと思います。また詳しい動画も投稿したいと思いますので、気になる方は続報をお待ちください。というわけで今回はここまで。